たった3週間でセルライト消滅おめでとうございます。セルライトがつくのはズバリ筋肉を使わなすぎです。セルライトは取りたいけど自分が筋肉使えてるかどうかわからない。そんな方向けにチェック特別にご準備しました。もちろん1回の遅くなるのでメジャーを使ってお尻、太もも、ビフォーアフター計測してみましょう。皆さんこんにちは。ズボラのトレーナー深井です。上向きに寝てスマホ見ながらやっていきましょう。膝は90度に曲げて、膝同士をつけてお尻持ち上げます。この状態で30秒キープできますか？膝同士つけて、裏もも、お尻、こうやって触って、使ってる感覚あるなーってあれば OK です。膝から肩までは一直線のイメージです。しっかり膝同士つけておいてくださいね。釣りそうだよって方は一回緩めてもいいです。理想は膝同士つけて、膝から肩まで一直線で30秒キープ。どうでしょう？これできますか？これできない方もね、ストレッチ終わった後やるとやりやすくなってますので、ぜひ期待してください。一緒に最後まで頑張りましょう。よし、OK。じゃあまず1種目目は、膝曲げたまま、限界まで開き切る、閉じ切る、開き切る、閉じ切る。繰り返していきましょう。普段動かさない範囲まで動かすことが目的なので、ゆっくりでいいです。開き切る、閉じ切る。閉じ切るときは内ももしっかり意識しましょう。開き切る、閉じ切るです。スピード重要じゃないですからね。腰、膝、痛みある方は痛みない範囲で OK です。限界まで広げる、閉じ切る。呼吸は止めない。頑張って頑張って、しっかり閉じ切って、内ももを意識して、ラスト1回いきますよ。閉じ切る。OK。そしたら膝曲げたままですね、足パカしてきます。限界まで開き切る、閉じ切る。開き切る、閉じ切る。スピード重要じゃないですよ。開き切ってしっかりギュッと閉じ切る。腰が痛い方、空いてる手をお尻の下にこうやって入れるとね、だいぶ負担が減ります。余裕だよって方は、なるべく足を高い位置で足パカすると下っ腹にも効いてきます。スピードよりもしっかり開き切る。閉じ切るときに内ももを使って膝同士つける。これが重要です。呼吸止めないで頑張って。ラスト1回。OK。そしたら次は、膝伸ばして肩幅よりちょっと広めに開いたら、内外にねじっていきます。休憩ストレッチです。しっかりつま先を内外ねじっていきましょう。呼吸を止めないで。で、一番最初にご紹介したビフォーアフターの視聴者さん、どんなメニューやったかって気になると思うので、概要欄に貼っておきますので、ぜひね、頑張れる方はこの動画終わってそのまま続けてやっていただけると良いと思います。でもね、3週間でこれぐらいね、セルライト取れるとね、こうエステ行ってもね、セルライト取れなかったって方とかね、なかなかね、モチベーションになるんじゃないかなと思うので、応援しますので、一緒に頑張りましょう。OK。そしたら次、右足、つま先をしっかり外向けた状態で真上に上げる。つま先しっかり外開いて真上上げる。見えますか？この内もも使う感覚あれば OK です。きつい。こうやって内ももの付け根触って、あ、動いてるなって感じあれば OK です。反対足はね、曲げといてもいいです。右足しっかりつま先外向けて内もも使う。きつい。どうですか？内もも付け根使う感覚ありますか？ゆっくりでいいですよ。スピード勝負じゃないです。しっかりつま先外向けて、で、前もも外もも多少使ってもいいので、内もも付け根使ってる感覚あればそれで OK です。よし、OK。逆足いきます。左足伸ばして、つま先しっかり外向けて、真上に上げる。つま先しっかり外向けて、真上に上げる。この付け根使ってる感覚ありますか？きつかったらね、床につけて上げる。床につけて上げる。これでも OK です。頑張れる方はね、ずっと浮かしたまま、付け根意識してやりましょう。呼吸止めないで。前もも外もも多少使ってもいいですが、内もも付け根がね、こうやって力入ってるかって触って確認しましょう。で、この次の種目から右向きに横向きになります。スマホを持ったまま右向きになりますので、いきますよ。ラスト1回上げます。OK。そしたらスマホを持って右向きに寝ましょう。じゃあ右向きに寝たらスマホは床に置いておきましょう。で、膝90度ぐらいに曲げて、膝同士を離す。膝同士を離す。お尻の横、ここを使うイメージです。こうやってお尻の横触って、あ、動いてるなーって感覚あれば OK です。スピード勝負じゃないですよ。膝だけ離す。NG パターンは上半身がこうやって後ろに倒れちゃうと NG です。
上半身は固定で膝だけ離す。ふう。お尻の横、ここ使う感覚ありますか？ふう。ゆっくりでいいですよ。しっかり開く。もしきつかったら、各種目の最後の10秒サボったりとか、あとは、再生速度、YouTube は調整できますので、早めたり遅めたりしてみてください。OK。次は右足を前に出して、左足伸ばします。この状態で、上げます。お尻の横、ここ使って高く上げる。ふう。呼吸止めないで。はぁ。多少前もも外もも使ってもいいんですが、このお尻の横ね、手を添えて、ここ使ってるなって感覚あれば、OK です。ふう。呼吸は止めないで。きつい。こうやってね、お尻の筋肉意識して使うとね、普段いかに自分が使ってないかっていうのがね、わかると思います。サボりながらでいいのでね、呼吸止めないように、ゆるくズボラに、最後まで頑張りましょう。OK。そしたら次は、右足前に出した状態で、左手で左足首掴みます。左の前もも、伸びますか？伸びない方は、ちょっとね、左足後ろに引くとより伸びてくると思います。で、後ろに引いても腰反っちゃうと意味ないので、わざとね、ちょっと猫背にしながら、左足を後ろに引く。こんなイメージです。ちょっとこれ難しいので、結論は左の前もも伸びる感覚あれば OK。それでね、腰痛かったりしなければ OK です。左の前ももです。膝、腰痛い方はね、無理しないでください。OK。そしたら次は、左足持ち上げて、つま先真上向ける。戻す。つま先真上向ける。戻す。このお尻の横、ここ使う感覚ありますか？しっかりか。呼吸止めないで。このね、お尻の横、ここに手を添えて、動いてるな。使ってるなーって感覚あれば OK です。もちろん、外もも前もも多少力入っても OK です。目的はお尻の横、ここを使ってつま先を真上向ける。股関節外ねじりすること。上半身がね、あんまりこうやって後ろ倒れちゃうと意味ないので、上半身は固定して、つま先だけ真上向ける。イメージ。ラスト1回。OK。そしたら、左足はこんな感じで前に持ってきて、右足上げましょう。右の内もも使う感覚あれば OK です。こう空いてる手でね、内もも触って、動いてるな、使ってるなって感覚があればいいです。で、この時に、この左足ができないよって方いるので、左足後ろについて、これでもいいです。目的は右の内ももの筋肉使うことです。こうやって右の内ももの筋肉触って動いてたらそれで OK。左足は前でも後ろでもやりやすい方で OK です。スピードは必要ではないです。内ももの筋肉意識することが大切です。呼吸止めないで、サボりながらやりましょう。OK。そしたらこんな感じ。膝曲げて足は楽にして、左手万歳して、内、外にねじっていきます。内、外、普段動かさない範囲でねじりましょう。で、この時注意することは、しっかりねじることもなんですが、肩がね、こんな風に上がっちゃうと、逆に終わったら肩凝っちゃうみたいになっちゃうんで、肩は上げずにねじる。こう首がすくむっていうんですかね、首が短くならないように、肩はなるべく下げたまま、内、外にしっかりねじる。で、この次の種目から逆向きになりますので、スマホ持って寝返りを打つ準備しておいてください。ねじる。ねじる。よし、OK。スマホ持って寝返り打ちましょう。じゃあ、左向きに寝たら、スマホは床に置いておきましょう。そしたら、膝90度ぐらいに曲げたまま、膝同士離す。膝同士離す。このお尻の横使う感覚ありますか？呼吸止めないようにしましょう。わかんない方はね、こうやってお尻の横に手を添えて、ゆっくりでいいです。ここ意識しながら、膝同士離す。NG パターンは、こうやって後ろ倒れちゃったら NG ですからね。上半身は固定、膝だけ離す。頑張れ。呼吸止めないで。OK。そしたら左足前出して、この右足を真上に上げる。このお尻の横使う感覚あればそれで OK です。呼吸止めないようにしましょう。前もも外もも多少使ってもいいですが、メインはお尻の横です。呼吸止めないで。頑張れ頑張れ。きつい。頑張って。
しっかり高く上げて。きつかったら最後の10秒サボっていいですからね。もしくはね、YouTube 再生速度変えるって機能あるので、早めたり遅めたり、自分がね、このペースなら完走できるなってペースでやっていきましょう。OK。皆さんついてきてますか？大丈夫ですか？右手で右足首掴みます。ちょっと右足後ろに引く。こんな感じで右の前ももがストレッチかかってれば OK です。いまいち伸びない方は、もうちょっとね、右足後ろに引く。だけど腰は反らないように、わざと腰は丸めておく。腰は丸めて後ろに引く。ちょっと難しいかもしれませんが、結論、右の前もも伸びてればそれで OK。全く問題ありません。ただ膝、腰、肩、痛い方は無理しないでください。前もものストレッチが目的です。呼吸は止めないようにしましょう。肩ね、変な力入んないようにしましょう。OK。そしたらこの右足持ち上げて、つま先しっかり真上向ける、戻す。真上向ける、戻す。見えますか？つま先真上向ける。上半身は固定ですよ。つま先だけ真上向けるイメージ。呼吸止めないで。頑張って。しっかり真上向けて。外ねじり、外ねじり。お尻の横意識して。きつかったらサボってもいい。ただね、セルライト撃退したい人は、ゆっくりでもいいから、最後までね、完走して、最初に行ったチェックね、やりやすくなりますので、ぜひ期待してください。ラスト1回。オッケー。そしたら次は、左の内ももを使います。右足をこんな感じで前に出して、左足を上げる。左の内もも感覚あれば OK。右足この体勢きつい人は、後ろについてこれでもいいです。目的は、左の内ももの筋肉意識して使うことです。スピードも重要じゃないですし、右足の位置はどっちでもいいです。前でも後ろでも。ゆっくりね、意識して高く上げるといいと思います。スピード勝負してもね、全然いいことないです。短距離走とかね、速く走りたいってなったらスピード勝負した方がいいんですけど、なかなか短距離走速く走りたい人ね、このズボラーの方にはいないと思うので、ゆっくりで OK です。よし、これで膝曲げましょう。で、右手万歳して、内、外にしっかりねじっていきましょう。腕周りですね。しっかりねじる、ねじる。肩がね、こうやってすくんじゃって、首が短くなった状態。これでやると、肩凝っちゃうので、肩は上がらないように。腕を内外にねじる。呼吸は止めないようにしましょう。で、この次からうつ伏せになりますので、スマホはね、持ってうつ伏せになりますよ。ついてきてますか？もしね、きつかったりしたらね、サボってもいいです。で、どうしてもね、ペース速いよとかあれば、コメント欄でもうちょっとこうしてとかね、ご意見いただけると助かります。OK、じゃあうつ伏せになりましょう。うつ伏せになってスマホは顔の前に置いておきましょう。耳の横に手をついて、上半身ぐっと反らします。腹筋のストレッチです。お腹伸びる感覚ありますか？いまいち伸びないよって方はちょっと顎を上に持ち上げるといいと思います。腰が反って痛い方はこんな感じで肘ついてちょっと顎を持ち上げる。これでも OK です。腹筋のストレッチが目的なので、どっちでもね、お腹が伸びてて腰が痛くなければ OK です。自分がね、やりやすいペースでやっていきましょう。OK。そしたら上半身寝かせて、かかとをお尻に近づける。こんなイメージですね。パターパターしていきましょう。で、ただパタパタするだけでも、休憩なのでいいんですが、できたらこの裏ももとお尻の境目あたり、このセルライトつきやすい部分触って、そこの筋肉が、動いてるなーって感じあると最高です。スピードは重要ではないです。裏ももとお尻の境目の筋肉、こう意識してね、ギュッと力入ってるかなと意識しながらやりましょう。呼吸止めないようにしましょう。きつい。ゆっくりでいいですよ。よし、OK。そしたら次は、しっかり膝と膝つけたままですね、お尻の穴をギュッと締める、緩める。お尻の穴をギュッと締める、緩める。これ感覚わからない方は、こうお尻触りながらね、やるといいと思います。お尻の穴をギュッと締めて、緩める。ギュッと締めて、緩める。で、ちゃんとお尻の穴締めることができてると、内もものね、付け根の方の筋肉までギュッと使う感覚あると思います。これね、うまくできない方大丈夫です。
やってるうちにできるようになるので、一緒にできるように練習しましょう。呼吸止めないようにしましょう。頑張って。しっかり。お尻の穴締めて。OK。そしたら次は、上半身寝かせたまま、左足を右、こっちに持ってきます。左のお腹の前面、ここ伸びてれば OK です。腰反って痛い方は無理しないでください。つま先を誰かに引っ張られてるイメージで向こうにぐーっと持っていくと、左のお腹の前面伸びてくると思います。腰、肩痛い人無理しないでくださいね。上半身はこうやってべちゃっと寝かしてる方がよく伸びます。呼吸止めないで、誰かにつま先引っ張られてるイメージ。ここ伸びてればいいですからね。左のお腹の前面です。OK。逆行きましょう。じゃあこれで右足を左、こっちに持ってきます。右のお腹の前面伸びてれば OK です。呼吸止めないようにしましょう。伸びますか？腰痛い方無理しないでくださいね。で、最初に行った、お尻をね、上向きに寝て、お尻上げるチェック、結構難しかったと思うんですけど、できなくて当たり前なのでね、ぜひね、ゆるーく習慣にしてできるようになりましょう。もうズボラストレッチはね、週に1回やるだけでも習慣ができたっていう定義なので、本当にゆるく頑張りましょう。で、この次の種目から上向きになるので、スマホ持って上向きになりますよ。OK。枕ある方は枕あるといいと思います。じゃあ、スマホを手に持ってやっていきましょう。そしたら膝90度で膝同士つけて、お尻をゆっくり持ち上げる、下ろす。お尻を持ち上げる、下ろす。一番最初に行ったチェックの、こう繰り返し動作ですね。裏もも、お尻こうやって触って、うまく使えてるかなって意識しながら練習です。スピード全く重要じゃないですよ。しっかり膝同士つけて、内ももも意識しながら、裏もも、お尻、使う。ゆっくり。頑張ってあと少し。この次休憩ストレッチなので、あと2回だけ一緒に頑張りましょう。上げ切る。ラスト1回、一緒に上げますよ。膝同士つけたまま上げ切る。OK。休憩ストレッチいきましょう。左足を右、こっちに持っていきます。で、左膝床につけて、左肩なるべく床に近づけると、腰、お尻、背中伸びれば OK です。結構ね、これ無理して、左の膝床につけたまま、左肩をね、床にギューッとつけようとする方いるんですが、筋トレじゃないので、そんなに無理にギュッてやったらね、ぎっくり腰の原因になったりするんで、ゆるく腰、お尻、背中伸びてれば十分です。呼吸止めないようにしましょう。どうでしょう皆さん、ここまでついてこれてますか？ちょっと今日きつすぎたかな。OK。逆行きましょう。右足を左、こっちに持ってきます。膝は床につけて、右肩なるべく床につける。右の腰、お尻、背中伸びてれば OK です。先ほどもね、お伝えしたんですけど、ビフォーアフターの視聴者さん、裏ももお尻のね、セルライトがなくなった視聴者さんのメニューは概要欄貼っておきますので、ぜひね、頑張れる方はやってみてください。ズボラストレッチはね、ほんと週1でも習慣化なんですけど、まあ理想はって言われたら毎日30分以上ね、できたらいいなとは思います。あくまで理想ですけどね。でも週1でも習慣化なんで、安心してください。自分のね、ペースで皆さんやっていきましょう。OK。じゃあ最後もう一回最初に行ったチェックやっていきましょう。膝は90度に曲げて、膝同士つける。で、お尻を持ち上げて、膝から肩まで一直線で30秒キープ。できますか？つりそう、腰が痛い。そんな方無理しないでください。膝同士しっかりつけたまま30秒キープですよ。めちゃめちゃきついと思います。で、これベッドの上でも全然いいんですけど、ベッドの上だと踏ん張れないので、ちょっと難易度上がります。こうやってね、硬い床とかヨガマットの方が難易度は下がります。でもベッドでも全然問題ないです。皆さんが習慣化しやすい方でやってみてください。どうでしょう皆さん。ビフォーアフター変わったかどうかコメントで教えてください。これ頑張っていけばね、セルライトどんどん気にならなくなりますので、一緒に頑張りましょう。お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。もうここまで頑張った方全然ズボラじゃない。素晴らしい。自分自身に拍手しましょう。もしこの動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。